車に機材詰め込みいい加減抜かれて西へ東へ We are the noisy rock band Yeah 一か八かの one way 果てに肩揺らして Dance stroke like this 舐めてると怪我をするから前見とけよ Get ready for a shock Rock and roll star I'm a rock and roll star かかって今夜をくれるチャンス飛び切りをくれてやるから覚悟ができたら魂を焦がせよこんにちは、DT マーのガコパイセンです。勝手にバンドメイドの曲を作曲ということで3曲アップロードしてきましたけれども、これでストックがなくなりましたので新しい曲を制作していきたいと思います。でまずはイントロですね。イントロ部分今日制作していきたいと思います。早速行ってみましょう。まずは成長著しい小鳩のギターから始めたいと思います。誰でもメロディーがふと頭に浮かぶことがあると思うんですけれども、それをまずはミディデータにしてしまいましょうと。鳴らしたい音を耳で探して鳴らしたい長さにこう調節すればいいだけなので、音楽理論は関係なく打ち込みできます。これちょっと3倍速で録画しているものなので音がちょっと変ですけれどもご容赦ください。今一番下に4つ並んでいるこのミディありますね。これですね。G、ソの音ですけれども、この高さの G はギターの3弦をどこも押さえない状態で鳴らした音です。開放弦と呼ばれてますけれども、今回ミンチョが、新曲のディファレントで開放弦を使ったフレーズを使いたいということで作曲していたので真似っこです。僕はいつも思いついたギターフレーズに音を重ねるときは3度5度もしくはその他の音も合わせてこう織り交ぜながら重ねるんですけども、今回は5度だけです。展開させた5度を重ねることで D の開放弦も鳴ることになります。シングルノートよりも迫力が出ますよね。5度とは元になる音を1度としたときにスケール上の5番目の音という意味ですね。G ならば GABCD ということになります。ソラシドレです。で、今更ながらこの曲が変拍子だということに気づいて面倒なことになったなと思っている状態ですね。これ適当に帳尻合わせで拍子を入力したので後でやり直す羽目になりました。繰り返しのフレーズが全部同じだと退屈なので今ちょっと変更しているところですね。ダダダ、これを短くしてミュートにします。ブリッジミュートですね。聞いたことあるかと思います。これで小鳩のパートは、一区切りで、ミサのパートに行きたいと思います。もう大ファンですからね、僕ミサの。
ミサイの惨事はもうクソかっこいいの一言ですよね。もうベースのボディで客の頭バンバン割ってきたようなそんな音を出しますね。いつもならギターのフレーズとは違うものを鳴らしたいんですけれども、ちょっと今回は思い浮かばないのでこんな感じでいきたいと思います。細かくコードが変わってるのでルート音を拾ったらこんな感じになっちゃいますね。次はドラムです。あーちゃんのドラムは研究対象ですね。僕がバンドメイドの曲を作る理由の一つです。僕はギタリストですからちょっとドラムは苦手ですね。克服したいです。とか言いつつ今使っているのはチート系のプラグインでして、次回以降お見せしますが音楽経験がなくても打ち込めます。このプラグインに入っているドラムフレーズの中から好みのものを選んでペペッと貼り付けることも可能です。ちょっとこれはイントロなのでオーダーメイドってことで真面目に打ち込んでます。バンドメイドのライブが楽しいのってあーちゃんがニコニコしながら叩いてるのがとても大きいと思うんですけれども、ハードロックやヘビーメタルの打ち込みでもドラムが様になってれば、なんとかなるかなみたいなそんなところありますね。ドラム重要です。なので僕は結構チート系のこのプラグインに任せちゃいますね。言い訳ですけど。ここでスネアとタムのアタックのタイミングをずらします。でここで小鳩のギターでやり忘れた作業があることを思い出しました。後で似たようなことをします。でコピーペーストですね。本当はちゃんと打ち込んだ方がいいんですけど、ベロシティの調整も1音ずつね音量を変えるとかした方がいいんですけれども、ちょっとなかなか平日仕事してますので言い訳ばかりになりますけど、次シンバルですね。これよくドラマーがシャーンとシンバル鳴らした後に左手でこう押さえてすぐ止めますよね。あれを今入力してます。ベースに入力ミスがありますね。後で直しておきました。結構かっこよくできたかなと思いますけど、ちょっとシンプルすぎますよね。後で明朝先生に降臨いただいてソロを弾いていただきたいと思います。その前にちょっと小鳩でやり残したことの調整を、3弦の方が物理的に数千分の1秒か100分の1秒か分かりませんけど遅く、音が出るはずなのでそれを今入力していますね。実際に人間の耳でどこまで、聞き分けられるのか分かりませんけども、こういった細かいことの積み重ねがリアルさにつながると信じて頑張っています。ではこれにギターソロを乗っけていきましょう。今回もしもバンドメイドがガンズ&ローゼスに、影響を受けたらというテーマですので、ここはちょっとスラッシュっぽいものをやっていきたいと思います。これベンドですね。チョーキング、こう立ち上がりを遅くするのか速くするのかで今決めかねて悩んでいるところですね。今これは立ち上がり早い方、こうすると立ち上がりが遅くなって粘っこいチョーキングになります。粘っこい方をとりあえず選んだみたいですね。今度は立ち上がりを早くして3回連ねたチョーキングですね。納得いかなくて調整を繰り返します。立ち上がりを遅くしていますね。今度は結局最終的には立ち上がり早くするんですけど、
今は好きなようにやらせてあげてください。今これチョーキングから次の音へスライドでつなげるという漢字をこれ入力してるんですけれども、このギタープラグインにはスライドを表現するアーティキュレーションはあるんですけれども、今回はちょっとアナログな手作業を選びましたね。なんだかよくわからないですけど、理由は。今下の方に打ち込んだのはハンマリングとプルというギターテクニックのトリガーです。これはダメだということでやっぱり直してますね。立ち上がりは早い方を選びました。ちょっとリアルにならないなということで悩んでますけれども、この後ちょっと音を重ねて、それっぽくしていきますけれども、その前にビブラートの入力ですね。これもアーティキュレーションであるんですけども、かなり嘘っぽくなるというかデジタル臭さが出てしまうので手入力でやってます。一つ一つ微妙に入力値を変えてヒューマナイズさせていきますね。どうしようもないですね。ちょっと音を重ねます。たったこれだけで結構リアルになりますよね。これも立ち上がりを遅くして、それっぽくなってほっとしていますね。これも、ビブラートを加えていきます。この音のためだけにギタートラックをもう一つ立ち上げています。そうしないとこの音にもベンドがかかってしまうので CPU には負荷がかかりますけど仕方がないです。最初のトラックよりも、ビブラートの大きさを少し大きくしています。でこちらもユニゾンベンド、ユニゾンチョーキングという手法で音を重ねています。ピロピロと手早く打ち込んでますけども、全ての音が頭の中にあるわけじゃなくて、大体のアウトラインと大切な音がいくつかある。それに足りないものはマイナーペンタトニックスケールから足していくと、拾っていくという形ですね。でこのマイナーペンタトニックスケールというのはこの鍵盤に青く光ってると思うんですけども、こういうふうに DAW が教えてくれるので、特別な知識がなくてもこんなふうに入力できますよと。彫刻みたいに手で触って感触を確かめながらこうしようああしようってこんな感じですね。そうそう余談ですけども、今日はお酒飲んでません。ちょっと前回あまりにもひどかったので反省して今回は飲んでません。もうそろそろ飲み始めてもいいかなと思っているところです。もう終わりますかね。ということでイントロの制作作業が一通り終わりました。ギターリフにスケールに含まれてない音がありまして、それに合わせてギターソロもスケールを変えたんですけれども、ちょっと違和感あるのでその点修正するかもしれません。次回は A メロ B メロですね。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。